ご覧の通り、ウイスキー、ここに全部で135本あります。私は何年か前に還暦を迎え、ずっと毎日、休館日ゼロで酒を飲み続けてきたんですけれども、健康を考えてお酒を減らそうと。で、中途半端に減らすんじゃなくて、もう思い切って減らそうということで、基本的に、家ではあまり酒は飲まないと。外食の時は飲んでいいというルールにして、で家では飲まないということにしたんで、今まで買い集めたウイスキーをもう目の前にあると飲みたくなっちゃうんでね、売ってしまおうということで、売る酒をここに並べました。健康管理のためですね。で、全部を売るというわけではなくて、ここにあるのは、基本的に25年熟成未満のやつを並べてます。あと日本のウイスキーだと、例えば山崎の18年とかね、25年以下にはあるんだけど、希少性の高いものについては一部残した上で、それ以外は全部売るということにしています。ということで、本日売るお酒について、これから、簡単に説明をしていきたいと思いますので、興味のある方はご覧ください。ここのですね、線があって、こっからこっちがジャパニーズ、日本製ですね。なるほど。ですね。で、こっからこっちが、日本製以外です。以外です。はい、で、簡単に紹介をしていきますと、簡単じゃなくていいです。そうですか。簡単じゃなくて、じゃあ詳しくお話しします。じゃあ、パッと見た感じでもうすぐ分かると思うんですが、こちらがもうサントリー軍団ですね。で、ちょっとじゃあ奥行きますと、はい、お願いします。ここが、こっからここまで、これ山崎の年数表記のないノンエイジと言われているやつですね。ちょっと蓋開けてもらって蓋開けて、はい。で、これ山崎ですね。ノンエイジです。で、100周年という、去年ですね、山崎蒸留所は100周年を迎えまして、去年発売された山崎12年とノンエイジについては100という表記がされるようになりました。ですから比較的新しい山崎になります。ノンエイジがこちらに、2本ありますね。これと、あとこれもノンエイジです。同じ100周年ですね。で、これ箱ついてません。はい。箱なし。箱なしです。ちなみにですね、なんでこんなたくさん持ってるかと言いますと、これ全部定価で買ってます。どこで買ったんだと思われるかもしれませんけど、お店は言えないんですけど、あるお店の私お得意様で、そのお得意様宛てに、セット販売のダイレクトメールが来るところがあるんです。で、1本ずつ定価で買うっていうのはできないんですが、何本かをセットにして買えるという仕組みで、その中に山崎が入っているようなセットがあるので、それをちょこちょこ買っていたらこんなになってしまった。で、ちなみに今回売りに出さないものが一部あって、ここはですね、ここは12年ですね。この箱全部12年です。で、12年がノンエイジが2本ですね。12年が2、4、6、やと11本、ここまでですね。これも100周年表記の12年ですね。で、新しいやつは、12年以上になるとここにこのホログラムのシールが貼ってあります。これ全部ホログラムシール付きの割と新しいやつしかないんですけど、これが11本と、こちらが山崎の、スペシャルエディションですね。リミテッドエディションと書いてあります。これ2023年かな、ですね。はい。で、これも年に1回発売されるんですけど、それがこう2つ。こっちが2022年かな。2022年のリミテッドエディション。こっちが2023年のリミテッドエディションですね。はい。で、ちょっと味わいが他のウイスキーとはもう同じ山崎でも違うやつが年に2回出るんですけど、水ならだるの味わいが強く出てるというふうに言われてます。はい。言われてます。で、これも全部セットで買ってるんですけど、山崎の18年もセット販売で定価で買ってます。で、私は18年が、ここには置いてませんけど、4本ほど持ってます。白州も18年が4本ほどありますし、響も21年が3本かな、あるんですけど、それはちょっと今回は売らないで取っておいて、お酒を控えるといっても全く飲まないというわけじゃないので、なんかお正月とかお祝いの時には、お客様が来たら出したりとかいう形でもって飲もうと思ってますので、
日本のジャパニーズについては18年以上のものについては、基本的に、ここに並べてません。あとこっちスコッチについては25年以上熟成のやつは基本的に出してません。だからここにあるのは基本的にも25年以下の熟成のお酒が並んでいると、こういうふうな感じになっています。だからスコッチでいうと例えばこれですね、キャパドニックの30年、これ知ってる人は知ってると思うんですが、もうすでに閉鎖された蒸留所の30年ものです。で買った時はちょっと値段忘れましたけど多分5、6万だったと思うんですが、ちょっとこの間ネットで調べたら、今買うと、まだ一部売ってる店があるんですけど 10万とか11万とかそんなふうな、値段がついてました。これももったいないんでいつか楽しもうと思ってこれは手元に取っておきます。飲もうと思って。はい、飲もうと思ってます。はい。でじゃあまたこっちの説明に戻ると、で山崎がここからここまで12年ですね、この黒い箱とこの2本が12年で、これは11本からリミテッドエディションが2本で、トータルでなんだ15本、2、4、6やと2、4、そう15本ですね。山崎で15本あります。からこの列が白州列、でこっちが響き列です。で白州のこの白い箱、ちょっとこっからですね、ここまで、これはノンエイジですね、年数表記のないで100周年ボトルですね。これね、こっちは箱入りで、これ箱入ってないやつ。同じ中身。中身同じです。中身はい、これ箱ついてる。ちょっと見せてください。箱ははい、こういうやつですね。はい。開けましょうか。開けると、はい、これノンエイジですね。100周年初期で、ノンエイジは後ろにホログラムシールは貼ってません。はい。高級品になるとね、偽造して偽物を売る人がいるんで、それを防止するためにホログラムを貼ってますけど、これはノンエイジって比較的お手頃なやつなんで、サントリーもホログラムシールを貼るまではしていないということになります。でここから緑の箱がありますが、これは12年ものです。ここからここまでね。はい、でこれは、100周年表記がないので、2年前かな、2023年去年のやつが100周年表記出てくるので、多分2022年かなんかに買ったやつじゃないかと思います。これホログラム入ってます。でここがこの辺はあれかな、100周年表記かな、だと思いますね。ちょっと見えないな。これ見えないですね。こっちがいいか。これ見えるな。はい、これ100周年表記が入っている。12年ものですね。で、ホログラムシールはちゃんと貼ってありますと。はい、こういう感じになります。で、12年ものが箱入りが4本、箱なしが2本で6本あるということです。はい。で響き列いきます。響きのこっち1本だけ、これがジャパニーズハーモニーというやつですね。はい。なんか毛がついてるんですね。猫飼ってる。これジャパニーズハーモニーですね。これ一番こう、定価として比べるとリーズナブルなやつ。はい。5000円ぐらいかな、定価だと。でこっちから響きが一番安いんだ。響きの中では一番安いのがこれ。でこっちがブレンダーズチョイスというやつですね。響き17年というのは昔発売されてたんですが、17年が、終売になってそれに代わるものとして発売が始まったと言われているやつで、ブレンダーズチョイスというやつで、これもホログラムシールが貼ってあります。定価が今いくらだっけな、1万円ちょっと、1万2、3年ぐらいだったかな、すると思います。でそれが4本ですね。で見た感じ箱、ここには置いてませんけど、似たような箱に入ってる21年っていうのがあります。それは今回出してません。それは取っておきます。それは私3本持ってます。それからここが、これもリミテッドエディション、こっちですね、山崎のリミテッドエディションを発売するときに同じ時期に同時に発売される響きの、スペシャルエディションで、ブロッサムハーモニーですね。これ2023年です。3年のもの。でこっちが2022年ものですね。で開けますと、これちょっとこの見た感じで和風のこの箱でね、おしゃれですけど、おしゃれです。開けますと、ね、ブロッサムハーモニー2023、はい、でホログラム入ってます。響きはどれ見ても瓶がねいいですね、おしゃれですね。でこれは中にこういうですねカタログみたいなのが入ってまして、そうカタログもおしゃれ。はい、ちょっとこれをなんか特別感出してますよね。こういうこの辺に
ろいろと能書きがいろいろと書かれております。はい。いろんなその味わいとかね、香りとかね。ちょっと指が。はい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 。はい、ありがとう。こんな感じです。これが入っています。でこれもまあちょっと迷ったんですけど、まあ21年が3本もあるし、まあ響きはこれは言っていいだろうということで言っちゃいます。はい。で響き列の隣がその他のジャパニーズエディションで、まあこの辺がまあチタがね2本あります。これはサントリーですね。ここまでがサントリーです。これはちょっとうちにあったね、古い角ですけど、これとチタ2本ね。ちなみにまあこのこんな動画を見る人はウイスキー好きだろうから説明するまでもありませんが、ウイスキーに大きく分けて、モルトウイスキーとグレーンウイスキーがあって、モルトウイスキーとグレーンウイスキーを混ぜたら、まあ、ブレンデッドウイスキーになりますけど、サントリーでいうと、山崎はシングルモルト、山崎蒸留所だけで作ったお酒だけで作っている山崎のシングルモルトですね。でここは白州蒸留所で作ったモルトウイスキーだけで作ったこれはシングルモルトです。で白州蒸留所のモルトウイスキーと山崎蒸留所の、モルトウイスキーとこれは知多蒸留所、まあ、サントリー3つ蒸留所ありますけど、知多蒸留所で作っているグレーンウイスキーですね、シングルグレーン、グレーンウイスキーだけで作っているシングルグレーンをブレンドして作ったのが響きになると、響きがブレンデッドウイスキーですね、でシングルグレーンとなります。何が違うんだって、モルトウイスキーってのは要するに麦ですね、麦で原料を麦だけで作っていると。グレーンっていうのはそれ以外の、まあ、主にそうですね、有名なやつでいうとトウモロコシとかありますけど、そういったものを使って作ったのはグレーンウイスキーです。でまあこっちの方が原料が安いので、まあ、一般的に同じ年数だとグレーンウイスキーの方が若干安いという感じになりますけど、まあ、チタはあれですね、佐藤健さんがね、宣伝してましたけど、今でもしてるのかな、ハイボールで飲むと最高にうまい酒です。ロックとかね、ストレートで飲んで私は美味しいとは思わないけど、もうハイボールで飲むともう最高にうまいです。よくハイボールで飲むとね、白州がすごく美味しいって有名ですけど、私は白州と比べても引けを取らないぐらいチタは美味しいと思ってます。でこっち戻りますと、こっちがサントリー以外の、ウイスキーになって、これだな、この辺が日課ですね。これ日課も売ってない日課の12年ものの日課のウイスキーなんです。ザ・日課というやつです。これもほら表記あるとモルトグレーンって書いてあって、これは要するにブレンデッドウイスキーですね。シングルモルトではないモルトウイスキーとブレンデッドウイスキー、グレーンウイスキーを混ぜたブレンデッドウイスキーの12年もので今売ってません。それからこれがですね、まあ今普通に売っている日課のフロムザバレルですね。これもモルトグレーンって書いてあってブレンデッドウイスキーになりますけど、これもすごくファンが多くて、まあ、定価だと3000ぐらいだけど、3000円でたまに売ってる店を見ますけどもすぐになくなってしまうという人気のやつで、まあロックにしても美味しいですけど、これを、ハイボールにして飲むとすごく美味しいという人がファンが多い、そんなお酒で、これはまあ最近買ったやつで新しいやつなんですけど、それの古いやつがこれあってですね、これはかなりお値打ちものだと思うんですけど、今日いくらで買ってくれるか分かりませんが、見ても分かる通り、フロムザバレルですね、ウイスキー特級って書いてあります。特級表記があるってことは、まあそれだけ古いウイスキーだと分かると思うんですけど、昔はウイスキー1級2級特級ってのあったんですけど、その時代のフロムザバレル、今は特級とかないです。税制が変わって、でウイスキー特級モルトグレーンですね、日課フロムザバレルで、フロムザバレルってボトルの形からですね、こぼれやすいんですね。こう継ぐとこの辺タラッと垂れたりするので、でそれを防ぐようにこのはめるやつもついて売ってる、ギフト用ボックスに入ってるフロムザバレルですね。これをここにつけて、注ぐとここからこう注がれてウイスキーが垂れないというもので、だからこれいつぐらいだったの、多分30年ぐらい。ちょっとちゃんと見せてもらっていいですか。これ、はい、はいありがとう。でここに記号があるんですね。この記号を調べると、意味があって、何年どこで蒸留されたかっていうのが分かるというやつで、まあ、それから言ってもかなり古いフロムザバレルですね。多分これはなかなか今は手に入らないと思います。これは、
基本的に定価で酒屋で買ったものが多いんですけど、これは、ヤフオクで見つけて買いました。これはどうしても欲しかったんで、プレミアム価格でしたけど。どうしても欲しいのに売っちゃう。売っちゃいます。もそっか。うやめようかな。まあいいや。売ります。はい。売ります。値段によりじゃないの。まあそうね。あとこの2つは有名なところでは北海道の厚岸ですね。厚岸のシングルモルト白露2023と、これ同じく厚岸の明星ですね。シングルモルト明星です。まあ普通に買ったら多分3万以上4万ぐらいすると思うんですけど、まあこれも定価で僕がよく買うお酒屋さんで、セット販売で買ってます。それからこれは。いやこれだ厚岸蒸留所。そうなんだ。知らなかった。製造者なんか違う名前書いたけど、まあ要するに厚岸というブランドですね。厚岸にある北海道の根室というかなんだの下の方ですね。下の方、右側の方の下の方のあたりにある蒸留所ですね。はい。それからこれがイチローズモルトのワールドブレンデッドウイスキー、これもブレンデッドウイスキーですね。見てこれはよく売ってます。普通に買えると思います。あとこれ同じくイチローズモルトのリーフシリーズっていうやつのワインウッドリザーブというやつですね。はい。これも会社は違うの？イチローズモルトですね。イチローズモルトっていう会社。秩父蒸留所でイチローズモルトっていうブランドで出していると。なんかちょっと見える。これ？ちょっと開かないから破れそうだから開けません。ちょっと噛んじゃってる。こっちは開く。こっちは開く。でもなんかこれ。大変だったらいい。書いてでしょ。埼玉県秩父市緑ヶ丘株式会社ベンチャーウイスキーだね。ベンチャーウイスキーって会社。ラベル。はい。もうちょっといいや。めんどくさい。時間がない。次行きます。どんどん行きます。でこっちはですね、ユザ。ユザっていうのは日本海側ですね。北の方のユザっていうところがあって、鳥海山の近くになるのかな、これって、山形県の酒田市ですね。日本海側をずっとですね、酒田市からこう電車が走っていて、確かユザって駅もあったと思いますけど、私ちなみに山登るんで、鳥海山登る時にユザって駅の近くを通ってこう山行きましたけど、そこの近くにできた割と新しい日本の蒸留所ですね。はい。ユザっていう最近売り出し中というか、それから富士山麓シリーズというか富士シリーズですね。富士シリーズのウイスキーで、これは富士御殿場蒸留所って書いてあるんですけど、これは要するにキリンです。キリンディスティラリー株式会社って書いてありますけど、キリンさんの蒸留所、富士御殿場蒸留所のこれは新しい酒です。新しいシングルモルトですね。シングルモルトでジャパニーズウイスキー。ジャパニーズウイスキーを名乗れるにはいろいろと基準がありますけど、日本の材料を使って日本の水で日本で蒸留してとかっていろいろとありますけど、でかつ3年以上熟成したやつを、ジャパニーズウイスキーって名乗れるっていうのが基準が一応あるんですけど、それを満たしているやつ、この辺も全部ジャパニーズウイスキーですね。シングルモルトジャパニーズウイスキー。響きはシングルモルトじゃなくてブレンデッドウイスキーだけど、でこれもシングルモルトのジャパニーズウイスキーで非常に美味しいと言われています。で同じその御殿場蒸留所の富士山麓ってやつで、これはシングルモルトでも18年ものです。もう今売ってません。もうウイスキー人気で売り切れてしまって、だからこっちも年数表記ないんですよね。売ってないけど作ってはいるの？いや作ってる。ただもう古い樽の原酒がもう全部売れてしまったので、18年ものっていうの出せなくなっちゃってて、だから年数表記がない富士っての売ってるけど、これ昔売ってたやつです。富士山麓。じゃあこれはもう手に入らない。手に入りません。18一部インターネットとかで売ってるかもしれないけど、これはもう今手に入りません。でもう今飲みかけのやつが今1本うちにあるので、それは大事に飲んでいこうと思いますけど、こっちはまだ開けてないので、美味しいです。
とても美味しいです。ファンが多いと思います。非常に香りが素晴らしい。特に香り素晴らしい。それからこっちは同じジャパニーズでもあれですね、琵琶湖のすぐ近くにある蒸留所、長浜蒸留所ですね。住所は滋賀県長浜市です。こう琵琶湖がこうあるとすると、この辺かな。こっちに仏岐山って山が百名山があるんですけど、この辺にある小さな蒸留所です。で長浜のこれサードバッジ、3回目のシングルモルト長浜ジャパニーズウイスキーですね。でこっちがセカンドバッジですから、これはだから、これは去年今年の最初かな。でこれは1年前です。セカンドバッジだからね、はい、のいずれも長浜のちょっとちっちゃい 500cc のねウイスキーになります。ちょっと箱から出さないけど、あとこれはねこれもあれだね、最近できたばかりの、九十ディスティラリー、九州の蒸留所ですね。でこれは、ブレンデッドモルトって書いてあるけど、これはこの九十蒸留所ってまだできたばかりで、九十蒸留所自体のジャパニーズウイスキーはまだ発売できてない、熟成期間短いから、これは、世界からいろんな原酒を買ってここでもってブレンドしたやつを、売りに出したやつだから、ちょっと興味半分で買ってみたんだけど、まずに売ってしまうというね。あとこっちからここまでが本坊酒造というね、本坊。ちょっと入り乱れてるけど、有名なことでこれ駒ヶ岳ですね。駒ヶ岳っていうお酒を作っているところで、本坊酒造はどこだ、駒ヶ岳し、これじゃない、これがいいのか。これですね。鹿児島県に一応会社があるってことになってますけど、でも生産拠点としてみたら長野県にね、駒ヶ岳っていう山がありますけど、その麓あたりに大きな蒸留所があって、そこが一番大きいんじゃないかと思いますけど、あと駒ヶ岳、鹿児島県にも蒸留所があるし、鹿児島県の津貫ね、これ津貫蒸留所で作ったお酒、これ津貫っていうブランドで出してるんですけど、同じくこれ、本坊酒造ですね。本坊酒造、これ全部本坊酒造シリーズです。本坊酒造シリーズの中でも、わざわざ屋久島に持って行って熟成している屋久島エイジングって書いてありますけど、鹿児島県のね本坊酒造なんだけど、違うところでマルス信州蒸留所で蒸留って書いてますね。長野県で蒸留したやつをわざわざ屋久島に持って行って熟成させていると。なぜかというと、長野県は寒いので熟成が遅いんですね。じっくり熟成、あったかいところ持っていくとすごく熟成って早くなるので、例えば台湾なんかのウイスキーだともう3年ぐらいですごい熟成感が出てくるんですよ。でやっぱり屋久島っていうのはやっぱあったかいので、そっちに持って行って樽に詰めて寝かせておくとやっぱり熟成がすごく早くなるので、わざわざそっちまで持って行って屋久島エイジングとして売っていると。そうすると寝かせてる年数は仮に短かったとしても、実際は例えば3年熟成でも5年とか10年5年とか6年ぐらいの熟成感が出てくるということで、あったかいところに持ってって熟成したのがこの屋久島エイジングです。屋久島エイジング、こっちも屋久島エイジングね、YA って書いてあるけど、同じく本坊酒造ですね。はい。でブレンデッドモルトジャパニーズウイスキー、鹿児島本土より南西60キロの会社に自然屋久島で屋久島エイジングセラーがあると、そこで持って行って熟成をさせましたっていうウイスキーですね。はいね、屋久島エイジングって書いてあります。はい、ここが本坊酒造シリーズで、ここまでがジャパニーズですと。はい、でジャパニーズの説明長くなっちゃったけど、でこっちはもう外国産、ほとんどスコッチ、全部かな、全部じゃないわ、一部違う。で列ごとに意味があって、この列はどっちかっていうとあれですね、シェリーダル系というかな、いろんな樽があります。オークダルとかシェリーダルとかね。シェリーダルって、独特の味があってすごく好きな人もいれば、シェリー苦手っていう人もいるんですけど、僕はどっちオークダル派でもないしシェリーダル派でもないし、それぞれ美味しい前があると思うんで好き嫌い特にないんだけど、で上から奥からいくとここまでがアランですね。アランで有名なこのアラン10年と一般的なこの酒ですけど、これがアランの21年ですね。でさっき冒頭で25年未満のやつをね、
ここに並べたと。25年以上熟成の長熟のやつは手元に置いて今回売らないって言いましたけど、アランは25年っていうのがあるんですが、25年持ってます。でそれは今回売りません。ただ25年ルールでいって25年未満の21年は今回売ってしまうと。かっこいいおしゃれなボトルですよね。そう。アランは昔はこんなボトルじゃなかったんだけど、数年前かな、デザインを変更してかっこいいボトルにして、それでなんか一気に人気が出て、でボトルがかっこよくなっただけじゃなくて、味も変わったと言われていて、すごく美味しくなったと。でこのアラン10年って実際すごく美味しいです。1本いくらと1万円しない6000円間ぐらいかな。飲んで最初ストレートで飲んでびっくりしたぐらい、あ、こんなに10年熟成でもうまいんだと思うぐらい美味しかった酒です。ロックにしてもハイボールにしてもうまい。これもアランのちょっとプライベートカスクってちょっとスペシャル感のあるあれですね。13年ものですね。はい。すごい。はい。はい。という感じです。これはバーボンバレルですね。だから、シェリーダルとちょっと違う味わいのやつなんで、これもちょっと売るのもったいなくて迷ったんだけど、まあちょっといっぱいあるからまあ売ってしまおうということになりました。あとこの辺もですね、グレンファークラスっていうのも割とこのシェリーダルで有名なやつ。これはまあ一番熟成の間、25年入っちゃってるな。いいや、そうだ、25年以上は売らないと思ったんだけど、グレンファークラスは結構飲んできたんで、もうこれは例外として売っちゃおうということで並べました。グレンファークラスの25年もの。でこれは同じくグレンファークラスのファミリーカスクというやつで、これすごい立派な、木箱に入ってます。これ出さないけど木箱に入ってる。出さない？出す？出してほしい。こういうね、はい。これ毎年出すんですよね。こうやってね。これはすごいちょっとスペシャル感あるんだけど、まあこれもグレンファークラス、のやつですね。でこれもグレンファークラスの185っていうやつから売ります。あとここからここまでがグレンドロナー、これもシーリーダル系で有名なやつで、上から12年ものね、12年のグレンドロナーク、12年、よく山崎と比べる人がいるね、似たようなちょっと甘系というか、これは15年、グレンドロナーク15年、これは18年、ね、でこれが21年が2本と、グレンドロナーク。パーラメントってね、サブタイトルついてる21年ね、グレンドンのこれ2本です。それから同じくシェリーダル系で有名なグレンアラヒの15年。これもグレンアラヒも一時ちょっとね、結構ハマってよく飲んでたんだけど、これも売っちゃいますと。で、これシェリーダル系で、ここが何かっていうと、これマッカランです。全部マッカラン。この4本、マッカラン12年。ね、12年。これ普通に今売ってます。サントリーさんが輸入してるのかな。だけどなんか今回、4月から結構値上がりする酒が多いんだけど、マッカランも値上がりするんじゃなかったかな、あとこれ同じマッカランでもファインオーク15年ってやつ、今売ってないんじゃなかったかな、15年ものですね、でこれが、マッカランのちょっと特別感なんですけど、レアカスクってやつのすごい箱に入ってるんだけど、これいくらしたっけな、ちょっと忘れちゃったけど、これね、これ原産地スコットランド、輸入者サントリーでしょ、サントリーがマッカランに出資をしていて、輸入代理店になってるのかな、輸入してます。もしかしたらもう大変だからいい、もうこんだけあるんだからもうちょっと疲れてきたからこれはあとはこっちはこの日本がマッカランの18年です。18年、ね、18年こんな感じね。マッカランはすごい人気があるけど、まあ昔ほどじゃないかな最近ね。あとここはその他の割と有名なやつで、これはグレンゴインだよな、こっちゃうか。グレンゴイン21年、スコッチです。もうちょっとセット重たい。でこれはね、カバランって台湾のウイスキーです。ワールドウイスキーアワードでタイトルを取ったというね。カバランって台湾なんだけど、台湾でウイスキー作ってるのと思う人もいるかもしれないけど、結構台湾の中で有名なブランドで美味しい、スコットランドの、ね、有名な、ウイスキー作りの人が行って指導して、やってる酒蔵なんだけど、うまいですね。それからこれなんだ、これはイーガンね、イーガンです。アイリッシュですね、アイリッシュウイスキーって要するにスコッチってイギリスって4つの国ありますよね、スコットランド、アイルランド、イングランド、ウェールズか、そのほとんどがスコットランドなんだけど、これはアイルランド、アイリッシュウイスキーって言いますね。
の代表的な、銘柄イーガンズの、何年だこれ、まあいいや、イーガンズ、それからあとこれはあれがはい、グレンモーレンジのシグネットっていうやつね。はい、これは近所の酒屋でなんか今買うと多分2万円以上するんだけど、値上げする前が1万7000円だったのかな。古い価格でなんかポンと置いてあっておっと思って買ったやつですね。シグネットかっこいいね、かっこいい、かっこいい、でも1万7000円ぐらいとか、今買うと2万何千円か5000円ぐらいするのかな、で買いましたね。これはなんだ、これ同じくグレンモーレンジ、こっちはグレンモーレンジシグネット、こっちはグレンモーレンジの18年ね。開かない、こっちか、はい、こんな感じね。それからこれはスコッチだな、ダルモアですね。ダルモア、まあいいや。でこれはこの2本は、グレンフィディックって超大手ですね。でこっちは21年、こうか、21年ね、グレンフィディック21年、でこっちは23年、グレンフィディック、すごいでしょこれすごいね、ピッてね。これ最初開け方分かんなくてね、どうやって外すのか分かんなかった。これ矢印があるでしょ、これ下げると取れるというね。そう、ピッでこれくるって、おしゃれだね。くるっと回ると、はい、最後にはい。でこれの25年があるんだけど、それは今回売らないで取ってあります。これはロイヤルサルートね。ロイヤルサルートって普通はブレンデッドウイスキーで、モルトウイスキーとグレーンウイスキーね。サントリーでいうとこの辺のシングルモルトウイスキーとチタのようなグレーンウイスキーを混ぜて作っているウイスキーです。ブレンデッドウイスキー、サントリーだと響きもブレンデッドウイスキーだけど、基本的にブレンデッドウイスキーが多いんだけど、これはモルトだけで作ってるんです。モルトブレンデッドって書いてある。非常にこう珍しいタイプのロイヤルサルートで、それを、飲もうと思って買ったんだけど、陶器に入っててね、中もなんかこうね、おしゃれでしょ、派手でしょ。でこれはもう買おうと思ったらもうそこら辺でどこでも売ってます。どこでも売ってます。はい。まあどこでも売ってると言い過ぎかな。割と比較的買えるやつなんだけど、これは売っちゃいます。ということで、ちょっと待って、誰もいいのか。これね。で次ここは3兄弟って言ったらいいのかな、このグレンキースとキャパドニックとロングモーンってね、これ割とこうシークレットシリーズとかって言われてなんか知らんけど、これ3兄弟ね、それのシリーズでグレンキースの21年と、これビニール入ってると出さないよ、キャパドニック、さっき言ったキャパドニック、こっちですね、30年もの、これすでに閉鎖された蒸留所の30年もので、こっちは取っときますけど、これはもう21年ものは売っちゃいます。21年ものが3本かな。でこれが新しいって16年ものだね、ロングモーンのね。でロングモーンの16年、そしてこれが18年、去年まで普通に売ってました。で23年ね、ロングモーン25年はあるんですけど、25年は25年以上ということで今回売らないで取っておいてます。それは持ってます。でここがスコットランドのアイラ地方ですね。アイラ地方ものがほとんどですね。タリスカ18年、これ有名なやつね。カリが15年、ボーモア、アイラの女王と言われているね、ボーモアっていうお酒です。非常にフルーティーで美味しい酒の18年。これはブナハーブンですね。ブナハーブン12年。これもなかなかうまい酒ですね。これもまあ普通にっていうか割と買いやすい酒です。ボーモアなんかも普通にどこでも買える酒。それからこれはちょっとアニマルレディースってちょっとあれですね。ボトラーズなのかな。これアイラ。シングルモルトですね。でラフロイグです。中身ラフロイグ。ラフロイグ自体はこれ置いてないけど、ラフロイグ蒸留所って有名なね、酒屋さんがあるんだけど、そこから酒を買ってボトラーズのこの酒屋さん、ボトラーズっていうのは、蒸留所から酒を買って自分のところでもって熟成させるところがあるんだけど、
瓶に詰めて売ってるだけじゃないかって感じなんだけど、そこはボトラーズ会社にはボトラーズのノウハウがあって、ね、かわいい。割とだから初心者はいわゆるその普通のね蒸留所のやつを買うんだけど、まあ凝ってくるとボトラーズから買ったりとかね。まあなんかちょっと簡単すぎる説明で恐縮なんだけど、そんな感じね。あとはキルホーマンね。キルホーマン。これもアイラです。アイラ。有名な酒です。キルホーマンね。これなんだこれ。これはこれもだからボトラーズだよね。これはスペイサイドじゃない。スペイサイドだなこれ。だからアイラじゃないですね。アイラじゃない。なんかこの辺に混じってたけど。あとこれ同じくアイラで有名なアードベック、ファンが多いですね。アードベックのこれはトリーバン、これも年に1回秋頃かな発売されるんだけど、トリーバ TB05 って去年発売されたやつ05です。だから4年ぐらい前から5年ぐらい前から01、02、03、04毎年1本ずつ出てて、これが5番目ですね。5バッチっていうのかな。でこれは結構高いです。これはもちろん定価で買ってる3万円ちょっとした。これも3万円ちょっと。今年正月に1本開けましたけどね。なかなか非常に美味しかったですね。アードベックだとアードベックの10っていう10年ものがね割と安く買えるんだけど、10年と並べて比べたのんだけど、やっぱり全然こう味の深みとかも違って、もう飲んで一発でやっぱさ3万円の酒だけの価値はあるなと思って。でこれ同じアードベックのアンソロジーっていう13年ものだけどね、ちょっと特別感があるね。ちょっとなんか独特の絵ですね。アードベックのなんかこの箱とか絵とかってちょっと結構独特のね、やつが多くて。どこの国って言ったっけ？スコッチ。スコットランドのアイラ島ね。アイラっていう地域の酒。これとかね。この辺もそうね。この辺もカリスカとかね。パンが多い。でこれはアードベックのハイパーノバ、箱ないけど、これもまあ非常にこうスモーキーなアイラ島系ってすごくスモーキーな感じの酒が多くて、それを嫌いな人は多分大嫌いだと思うんだけど、好きな人はもうハマるとね、もうアイラしか飲みたくないとかっていう人がいるぐらい。だからラガブーリーね、ラガブーリーのこれちょっと箱古いんだけど、ね、これアイラって書いてあるでしょ。はい、ラガブーリンです。あとここは同じスコットランドもキャンベルタウンっていう地域があって、そのキャンベルタウンシリーズですね。一番有名なのはこれかな、スプリングバンク10年ね。よくウイスキーの香水とかっていう人がいるけど非常に香りが良くてね。キャンベルタウンね。これがキャンベルタウンロコっていうね。ウイスキーだからこれも同じくキャンベルタウンのロングローだな。スコットランドモルトウイスキーね。はい。でこっちがキルケラン、キャンベルタウンと書いてますね。キルケラン。この辺も全て人気があります。人気があって、これはなかなか買えない。これもさっき言ったセット販売をしてくれるところで、このウイスキー単品では買えなかったんだけど、他のどれと組み合わせたか忘れたけど3本ぐらいセットで持って、もちろん定価でね、定価で買ってます。それからあとこの辺がボトラーズシリーズからいろいろと、もうこれ説明するのめんどくさいんであれだけど、これリンクウッドのあれだね、ゴードン・マックファイルっていうボトラーズですね。ボトラーズね。蒸留はしてない。他の蒸留所が作ったお酒を買ってきて樽に詰めて熟成させて自分のブランドで売っているというのは、ボトラーズなんだけど、さっきもそうこの辺もそうね。これもそうこれはリンクウッドってところから買ったやつね。これもボトラーズだね。これもそうね。これもね。はい。これもダンカンテーラーですね。ダンカンテーラーという有名なボトラーズね。中身はどこなんだこれ。中身はこれ書いてあるね。クライゲラヒ蒸留所ディスティラリーから買ったやつをダンカンテーラーさんが自分のところで持って樽に詰めて熟成させて14年間寝かしたやつをボトルに詰めて売ってますよっていう感じね。だからマッカランを買って売ってるボトラーズなんかもありますけどね。これはなんかこれもあれだね。メローゴールドっていうこれも飲もうと思って買ったんだけど、だからまず言ってしまいます。あとこの辺はなんかもうその他大勢、説明するまでもないんだけど、この辺3つは花と動物シリーズってのがあって、ラベルにね動物があったりとか、あとお花があったりとか飾ってるやつがあるんだけど、その辺のシリーズのやつは3本。
いや、いろいろとあるの。もういろいろなのもうめんどくさいから、もう疲れてきたから、これもそう、この辺適当に、これは花と動物じゃないけど、あとこれはバルベニーね、15年。あとこの辺も大したことない。これは面白い酒だからちょっと説明するとして、まあまあいろいろ他にもいろいろ。タムリューの18年となかなか買えないやつだね。まあ手に入らない。あとこれは、あれですね。ラムって書いてあるラム酒です。ラム酒21年ものラム酒。ちょっとウイスキーではない。で、これは、見えるかな。どっかに書いて、国が書いてあるはずなんだけど。イスラエル。今、戦争状態になっちゃってるけどね。イスラエルでもウイスキーを作ってるんです。で、イスラエルっていうのは、まあ、要するに日本とかに比べると、まあ、気候的には暖かいのかな。だから割と熟成が早くて、このね、H&M、っていうところのウイスキーねは非常に美味しいと。で、ここに書いてあるけど、ワールドスキーアワード、ワールドベストに選ばれてると。さっきのカバランもそうね、これ。あれワインも作ってるよね。これとか同じね、でしょ。これはどこの国だ？だから台湾。台湾か。やっぱりこっちもね、日本に比べて暖かい気候の地域だけど、これやっぱり受賞している酒。で、これは非常にうまい酒ですね。ミルクハーモニーだっけな、MH ってなんかの役だったんだけど、ミルクハーモニーじゃなかったっけ。まあいいや。ここ横になんか書いてある。横になんか書いてあるよ。静止画にすりゃいいなとでね。はい、いい？はい。シェリーカスクね。はい。あとここは全部6本とも瓶に入ってないんだけど、それぞれ結構ね、値段の価値のある酒です。これはなんだ？これはモルトヤンラベルが可愛い。そう。これは富岳36系ね。あとこれはなんだっけな。そうだ、ジュジュさんっていうね、飲み屋さんの何周年かなんかを記念してできたやつ。ジュジュ、日本のジュジュ。そう、ジュジュ、そう。スナックジュジュね。そう、スナック。はい。あとこれバーンサイドね。これも25年なんだけど、これもう1本あるんで、この辺もね。だから1本出しちゃいました。トイボックスシリーズでしょ。これも田中って可愛いね。これ20年ものだね。これもそれぞれそこそこね、これなんか談話したはずなんだけど、売りに出しちゃいますということで、疲れた。全部で135本だっけ。いくらになるでしょうか。ねえ、いくらなのかね。で、もう値段が分かってるやつあるので、ちょっとこっち来て。事前に、今日来てくれるお店、ちょっと今名前言っていいかどうか分かんないから言わないけど、買い取りに来てくれる人に言うと聞いたら、ノンエイジのね、箱付き山崎、これは13,000円でも決まってますと。白州はノンエイジ箱付き11,000円ですって言ったので、もう掛け算すれば出てきますと。これ6本だからこれまで66,000円でしょ。箱付いてないやつはちょっと多分若干安くなると思うんだけど、あとここから12年こんだけあって12年はいくらか聞いてないけど多分2万円以上になると思うんで、こんな感じです。だからジャパニーズの特にサントリーなんかはもうね明確に出てるんで、掛け算すればもうパッと僕でも大体いくらぐらいだなって分かるんだけど、その他のところは果たしてどれくらい値段がつくのかちょっと分からない。だけど希少性の高い酒もあるので、それをその希少性に応じた値段をつけてくれるのかどうかとか気になるね。まあ基本的に全部持ってってもらうつもりだけど面倒くさいから、本当に希少性の高い貴重なお酒はね、キャパドニックの30年にしても山崎のちょっと18年にしてもこれ売らないから、この辺は多分売れば買取価格10万円を超えると思うんだけど。あと25年も上にあるんでしょ。山崎の25年はないよ。あ、そっか、25年はさすがにない。そっか25年なんても100万円以上するよ。売ったらね。そうだった。買えない。そのセット販売してくれるところも18年はたまに在庫があるんだけど、でこういうやつは売らないことにしてるので、これもだから山崎は18年のやつは上に4本ぐらい、これも入れて4本ぐらいありますし、こういうスコッチでもこういう希少性の高い、これもそもそも蒸留所廃止しちゃ
休業しちゃってるんでもう作ってません。昔作った在庫のやつを売りに出してるだけなんだけど、そういう酒はもう買おうと思っても買えないので、今回こういうやつは取っておくと。ちょっと箱も汚れてるね。閉鎖蒸留所のね30年もの、こういうのは取っておきますと。それ以外のやつはもう今回全部まとめて、こういうやつは売らない。それは売らない。これだけじゃないですよ。上にだから売らないお酒が20本ぐらいかな。それは後でまた見せてください。後で。はい。じゃあ。ということです。くらいかな。ということで、今からあと2時間ちょっとかな。そしたら業者の方が車で買いに来るので、査定をしてくれて、いくらになるのか。そうだね。というところですな。はい、以上です。以上です。はい。はい、それでは、買取屋さんにですね、自宅に来てもらって、ウイスキー合計134本の査定をしてもらいました。その結果についてお話しいたします。134本もありますのでね、想定していった値段に対して、想定通りのものもあれば、それを下回ったり上回ったりするものもありました。想定より安いものだけ売るのをやめて他に持って行って売るというふうにすれば、もっと高く、売れたんでしょうけれども、もう面倒くさいので今回、結論としましては134本、査定の金額で全部売りました。ご覧の通りですね、右上に書いてありますけど、合計数134本に対する査定は168万2100円でした。事前に私が、見積もっていた値段が167万円ぐらいと思っていましたので、ほぼそれにぴったりという金額になっています。ただ個別に見ていくと想定より結構高かったり下回ったりといったものがありまして、合計では想定通りだったのでもうまとめて売りました。それでは個別にですね、134本あるんで全部一個一個話をすると長くなっちゃうので、皆さんも関心があろうかなという割と有名な銘柄にだけですね絞って話をしていきたいと思います。最初にサントリーシリーズですね、山崎のノンヴィンテージのシングルモルト100周年記念ラベルです。でこの辺はですね、買取屋さんのホームページを開くとこの有名なやつはいくらですよっていうやつが出てます。で山崎とか白州とか人気あるやつが出てまして、その通りの値段でした。で、ノンヴィンテージで1万3000円ですね。100周年の12年ものは2万5000円です。それぞれ2本7本ありました。これから白州はノンヴィンテージが1万1000円、山崎のこちらよりも2000円低いという感じですね。から12年ものになると2万4000円で、こちらは山崎の2万5000円に対して1000円安いという感じです。それから、山崎の12年、これは100周年記念ラベルではなくって、ホログラムのシールの貼られた現行ものというやつですが、これは値段同じです。2万5000円でした。それから、同じ山崎のリミテッドエディションの、2年前のやつですね。2022年ものが2万5000円、2023年が2万3000円でした。それから白州のシングルモルト、これはあれですね、おそらくなんか行が分かれちゃってますけど値段同じですから、これと同じことだと思います。100周年記念ラベルではないシングルモルトということですね。値段同じということですね。それから白州の、シングルモルト12年100周年記念ラベルは2万4000円です。それから、シングルモルト現行2万4000円、12年もの2万4000円が1本と、それから白州のシングルモルト現行の12年ものは2万3000円。この違いはですね、箱があるかないかだったと思います。箱なしが2万3000円で箱ありが2万4000円だったと思います。それから響きに行きますと、ジャパニーズハーモニーが1万3500円、ブレンダーズチョイスが1万4500円ですね。ジャパニーズハーモニーとブレンダーズチョイスだと結構定価だと値段の開きはあるんですが、買い取りだと1000円しか変わらないという感じですね。
ブレンダーズチョイスは割とね手に入れやすいお酒だったので、単品でも定価で買うことができていたお酒なんですけど、その定価に対しては1,000円増しぐらいという感じですかね。それから響のブロッサムハーモニー2022年が16,000円、同じくブロッサムハーモニーの2023年は15,000円でした。それからサントリーのチタ、場所によっては1本4,000円ぐらいで買ってくれるお店もあると思うんですけど、私のお願いしたところは1本2,000円でした。ちょっと安いなと思ったんですけど、これでいいだろうということで売ってます。それから、角ですね。スペシャルベリーレアオールドって書いてありますが、いわゆる復刻版というラベルがですね、昔風の、ちょっと違うやつなんですが、それが500円でした。こんなもんでしょうかね。定価としては1,000円ちょっとのお酒なんで、それから日課に行って、もう今終売になっているザ・日課の12年、これは15,000円ですね。あとフロム・ザ・バレルが2つありますけど、1つはですね、もうかなり古い特級表示のあるフロム・ザ・バレルで、それは結構高く買い取ってくれるんじゃないかなと思ったら値段に差はありませんと言われて、で特級表示の方のやつだけ売るのやめようかなとも思ったんですけど、残っても、そもそもお酒をね控えようっていうことで売るので、残してもしょうがないんで売ることにしました。それから厚岸の白露生命ですね。厚岸は一時すごい、プレミアムが高騰したというか、今は16,000円17,000円ですけど、ちょっと前だと多分3万円近かった時もあったんじゃないかなと思います。最近なんか下がってきてるみたいですね。こんな感じでした。あとイチローズモルトが、ワールドリミテッドエディションが7,000円ですね。で次のページに行ってですね、ワインウッドリザーブですねが8,000円です。それからあとは、日本の、地方のクラフトウイスキーと言われるようなやつが何本か入ってますけど、カノスケユザですね。からキリンさんの富士シングルモルト、これ現行品ですね。これが終売品の18年もの、これは22,000円でした。こんなもんかなという気がします。それから、長浜蒸留所、場所的には琵琶湖の東側あたりになるんでしょうか、滋賀県になるんですかね。それのセカンドバッチとサードバッチそれぞれ3,000円でした。それから九十蒸留所1本入っちゃってますけど、これはなんかワールドエディションって言ったっけな、なんだか忘れましたけど、世界のウイスキーを買い取ってここでなんかブレンドしたというやつで、新興の蒸留所ですね、それのやつが1本入ってますけど、このマルスさんシリーズがずっとあります。いわゆるその本坊酒造というウイスキーを作っている会社ですかね。この YA っていうのは屋久島エイジングの YA ですの、セカンドエディションですね。これ6,000円でした。それから、本坊酒造さんといえば、駒ヶ岳シリーズが有名ですけど、駒ヶ岳のシリーズでも屋久島に持って行って、熟成したやつ、屋久島エイジング2020年ものが8,000円でした。なぜ屋久島に持って行っているかといえば、屋久島の方が温暖な気候なので、熟成が早く進むということでわざわざ屋久島まで持って行って熟成しているわけですけど、そのシリーズですね。それから駒ヶ岳の同じく紬エイジング、蒸留は、長野県の方でやっているんですけど、紬って鹿児島ですね。屋久島ほどではないにしても紬も温暖な気候で熟成が早く進むということで、そっちに持って行って樽熟成をしたやつになりますね。それから紬、これは紬でも蒸留所を作って酒の蒸留を始めたんですけど、それの2023年ものですねが4,000円。それから、同じく駒ヶ岳、本坊酒造さんの駒ヶ岳シリーズで、紬に持っていってエイジングした2020年もの、19年と20年差がなかったですね。同じく4,000円です。から駒ヶ岳が2022年と、それからここから下がスコッチでシェリーカスクの強いというかシェリーダル系のウイスキーが続いてます。アランの10年ですね。それからアランのプライベートカスク、アラン21年がこんな感じの値段ですが、グレンファークラスが3本ほど入っていますね。それぞれこんな感じ、全部15,000円でしたね。
それから、グレンドロナク、これあれと思ったんですけど、グレンドロナクパーラメント21年2万円、同じくグレンドロナク18年2万円、差がないんですね。でパーラメント21年は、違う買取業者さんだと2万5,000円を超えるぐらいの値段で買い取ってくれるところも確かあったと思います。ですから、2本あるんでね、他持ってったら1万円以上高くなるなと思ったんですけど、これもね面倒なので持って行ってもらいました。それから12年15年とこんな感じですね。それから同じくシェリーの強いグレンアラヒ15年2,000円でした。これ意外に安かったですね。それからマッカラン、シェリーダルマッカランのシェリーオーク12年が9,000円。これもこんなもんでしょう。高くても1万円はいかないぐらいかなと思います。それ4本売ってます。からファインオーク、それから同じシェリーカスクの18年ですね。18年47,500円。これは比較的高いと思います。他行くと45,000円ぐらいまでしか出ないところが結構あると思うんですけど、ここは47,500円で買い取ってくれました。それから同じくマッカランレアカスクですね、2022年のものが2万円でした。それから、あとは割と有名なところ、グレン・ゴイン21年カバラン、これは台湾のウイスキー会社ですね。ソリストのピーニョバリック15,000円。それからあと下は、ここからまたスコッチでイーガンズ、グレンモーレンジとか有名ものが続いてます。それからロイヤルサルート21年、これは、詳しく書いてありませんけど、ロイヤルサルートっていうのは普通は、ブレンデッドウイスキーですね。ですけどこれは、ブレンデッドなんですけど、ブレンドの中でも、緑のラベルのちょっと変わったやつなんですけど、グレーンウイスキーが混じっていないモルトだけをブレンドした、ロイヤルサルートが1種類だけあります。それの21年ものですね。グリーンの、入れ物に入っているやつなんですけど、でこれは割とレアな感じなので、ロイヤルサルートの中ではもうちょっとつくかなと思ったんだけど、これ3,000円でした。からグレンフィリックがこんな感じで2本入ってます。比較的ね古いやつですけどね。それからあとは割と有名なところが続いていて、ここからグレンキース、キャパドニック、ロングモーン、これは3兄弟と言われるようなシリーズですね。グレンキースは28年、持ってます。今回売りに出してませんけど、それからキャパドニックは30年、ロングモーンも25年というのが手元にあるので、それ以外のものを全部売りました。だいたい想定通りの値段という感じですかね。キャパドニックなんかね、もう閉鎖されているので、樽あるやつだけを売ったらもうそれでもって売り切れというかなってしまうような銘柄なんで、希少性は高いと思うんですけど、こんな値段でした。それからあとは、タリスカ、カリラ、ボーモア、ラガブーリン、ブナハーブンって、このいわゆるあれですね、スモーキーな、アイラ島ですね。スコットランドのアイラ系のウイスキーが続いてますね。こんな感じですね。それぞれタリスカ1万円から始まって、こんなもんでしょうね、それぞれね。それから人気のアードベック3本あります。トリーバン19年バッチ5っていうのは去年のシリーズですね。25,000円。それからアンソロジー、ハイパーノバ、こんな感じ、想定通りの値段でした。それからキルケラン、ロングロー、キャンベルタウン、ロコ、スプリングバックと、これも人気ありますね。スコットランドのキャンベルタウンの、にある、蒸留所のウイスキーですけど、スプリングバンクが一番人気ありますかね。10年もので11,000円、これも想定通りって感じですかね。それからゴードン・マクファイルから、ボトラーズは多くなりますね。ボトラーズの評価どうかなと思ったんですけど、ボトラーズっていうのを知っての通り、蒸留所ではない他の蒸留所からお酒を買い取って樽に詰めて熟成させて自分たちで、その熟成度合いを見てブレンドをして売っている、蒸留設備を持たない、ウイスキー屋さんというかそんな感じですけど、でボトラーズ
の評価については、ウイスキー好きで分かっている人は非常に評価をするし、よく好んでよく買うんですけど、まあまりね詳しくないというか、いう人からすると何この会社聞いたことないわねって言われるようなものがずっとこう名前が出てくるんですけれども、私は割と、美味しいだろうと思って、高く評価をして、それなりの値段を出して買ったものです。こんな感じかなっていうような値段で評価されたんで、分かってくれてるんだなと思って、ものすごく買い叩かれて1本2,000円とかね3,000円とかなっちゃうかなと思ったんですけど、の値段をつけてくれたんで、良かったなと思っています。それからですね、あとこの辺ですね、この2,000円のブレアソウルから下あたり、この数本は割と、リーズナブルに普通に買えるウイスキーで、2,000-3,000円で評価されますだけど、これ当たり前かなと、こんな感じかなと思います。それから、バリベニーって書いてあるけど、これバルベニーですね。バルベニーの15年シングルバレル25,000円。これは結構人気のあるやつで、定価も35,000円とかもっとしたのかな。でこれは高く評価されました。25,000円になってますね。それからグレン・ターナーの12年が100円ってなんだろうっていう感じだけど、別に持ってってっていうような感じで持ってってもらいました。これはアプルトンエステート、これはラム酒ですね。ラム酒で人気のあるやつ4,000円でした。それからあとはまだスコッチでタムリューワットウイスキーですね。この辺ですね。から M&H ミルク&ハニーだっけな、イスラエルのウイスキー会社が作ったシェリーカスクのウイスキーで、2,3年前かなのワールドウイスキーコンテストみたいなところで金賞だか取ったっていうウイスキーで、結構美味しいお酒なんですが、美味しい実力の割には知名度は低いっていうせいなんでしょうか、1,000円としか評価されませんでした。定価はいくらだったんだろう。定価はもうちょっと高かったですね。5,000円もっとしたかな、6,000円7,000円したのかな、忘れましたけど。からグレン・エルギンですねが、ウイスキートーク福岡っていうそのイベントかなんかの時に、グレン・エルギンがそれ用に作ってくれた、ラベルを貼ったウイスキー16,000円で評価されてます。それからオルトモアですね、オーシャンズ20年が8,000円。それからあとこの辺もあれですね、ボトラーズナルですね、トイボックス14年。それからバーンサイドモルト山って富山県にある、ウイスキー販売をウイスキーを中心にお酒を売ってるお酒屋さんですねのために、作ったお酒なのかな、それが12,000円でした。あとこれも同じくモルト山で富岳36系ですね、グレンキースの23年ものを、モルト山さん用に、葛飾北斎の富岳36系のラベルを作ってそれを貼ったウイスキーなんですけど、それが22,000円でした。それからアルタベーン、非常に何でしょう、アルタベーンっていうと、青リンゴ系の味のするウイスキーだったかな。でジュジュっていう、関西の、バーですかねのために、特別なウイスキーを、ご用意したやつが、18,000円と評価をされました。以上ですね。無名の、ボトラーズのウイスキーもありますけど、分かりやすいのはやっぱりサントリーのねこの辺の有名どころなんですけど、この値段を見てもらえば分かる通り、割と良心的に評価をされたと思ってます。下の2,000円とかね、細かいところだとあれと想定の半額ぐらいかなみたいなところもありましたけど、全般的には納得のいく値段でしたし、トータルで私は134本に対して166、7万かなというふうにそろばんを弾いていたので、それを1万円ほど高い値段で評価をされたというところで、気持ちよく結論としては売ることができました。こんな感じです。皆さんも多少なりとも参考になればということでお話をさせていただきました。私の説明以上ですよ。はい。はい、ありがとう。